はいどうも皆さんこんにちは。今回は平沼喜一郎内閣についてお話ししていきます。日中戦争が始まった時、総理大臣だった人物は近衛文麿でしたが、彼は途中で辞職したため平沼喜一郎が総理大臣を引き継ぎます。そしてこの平沼内閣が終わったタイミングで第二次世界大戦が勃発するのです。つまり今回扱う平沼内閣の期間は第二次世界大戦の直前期、国際情勢が大きく変化していく期間にあたります。この期間に日本はどのように海外と関わっていたのか、この動画で確認していきましょう。昭和初期、日本が最も警戒していた国はソ連でした。ソ連が日本に攻めてきたらまずい、そう考えた日本はソ連を挟み撃ちにして牽制しようと考えて、ナチス率いるドイツと日独防共協定を結びます。ところが実際は盧溝橋事件をきっかけに日中戦争が勃発。日本とソ連が戦争になることはなく、日本と中国が戦争になりました。しかし当時の日本は中国を甘く見ており、ちょっと懲らしめれば中国は降参するだろうと考えて深追いしすぎてしまいます。こうして日中戦争は進むことも引くこともできないという泥沼の戦争となってしまったのです。以上のことから日本を取り巻く国際情勢をまとめると、まず日本が戦っている相手が中国で、中国の後ろには日本を牽制するソ連、日本の後ろにはソ連を牽制するドイツがいるという状況です。その他にも支援を行っている国はあり、アメリカとイギリスは当時日本が掲げていた東アジアに新しい秩序を作るという方針に反対していたため中国側、イタリアは当時日本が掲げていた共産主義の進出を防ぐという方針に賛成していたため日本側についていました。よって日本を取り巻く国際情勢はこのような状態になっていたのです。そんな国際情勢の時に重大なニュースが入ります。ソ連、満州国、朝鮮の国境あたりにソ連軍が進出して陣地を構築し始めたというのです。当然日本はソ連が戦いを仕掛けてくるかもしれないと警戒し、国境付近に軍を出動させました。この周辺の地形は少し複雑で、曲がった川の向こう側に丘があり、その背後は細長い池が控えているという地形です。そのような複雑な地形だったため、この辺りでは国境紛争がよく起きており、ソ連側は丘の稜線を国境と主張するのに対して、日本側は長い池の東側を国境だと主張していました。ここにやってきた日本軍は、日本が主張する国境線までは進んでいいだろうと考えて進軍を開始、丘を占領した上でソ連軍の出方を見ようとしました。しかしここはソ連が主張する国境線です。当然ソ連軍は反撃してきます。この戦いで日本軍は苦戦に陥ったものの、ギリギリのところで停戦協定が成立したため事件は何とか終結。しかしこの事件で日本軍はソ連軍の強さを思い知りました。さてこうなると日本としては、日中戦争にソ連が参戦したらまずいという考えをさらに強めるようになっていきます。そんな時にドイツが日本に対して防共協定を強化しないかと提案してきました。当時のドイツといえばイギリス、フランス、ソ連と対立しており、東西の両面で挟み撃ちをされるような形になっていました。この状況を打開するために日本と結んでいる防共協定を強化しようと考えたのです。当然日本もソ連を警戒していたのでこの提案には賛成ですが、一つ問題がありました。ドイツとしては軍事同盟の対象国としてソ連だけでなくイギリス、フランスを入れたいと考えていたのですが、日本としてはイギリス、フランスは対象に入れずソ連だけを対象にしたいと考えていたのです。こうなると話は大変です。日本とドイツの話し合いは平行線となっていきました。このような状況で成立したのが平沼喜一郎内閣でした。当然最重要課題はドイツとの同盟問題ですが、日本国内では賛成派と反対派で意見がぶつかってなかなか意見がまとまりません。これにしびれを切らしたドイツの外務大臣は、日本は何を躊躇しているんだ、もたもたしているとドイツはソ連と不可侵条約を結ぶ可能性もあるぞと警告。もしもそれが実現すれば、ソ連はドイツ側を気にする必要がなくなり、日本の方に攻めてくる可能性が高まります。それだけは避けたいと日本が焦っている時に、中国で別の事件が起こります。天津疎開事件です。天津というのは中国北部にある都市の名前です。この辺りは日本が日中戦争で占領している場所だったので、日本は新しい銀行を設立し新しいお金を発行していました。
当然それまで中国で使われていた古いお金は禁止したのですが、天津には中国が他の国に土地を貸している租界という地域があり、イギリス租界の中では新しいお金を認めず古いお金が使われていたのです。それに怒った日本軍は古いお金を使うなと言ってイギリス租界への交通を制限。日本とイギリスは険悪な雰囲気となっていきます。さらに親日派の人物が抗日分子によって暗殺される事件が起こると、その暗殺犯はイギリス租界に逃げ込んだため、日本は治外法権により手が出せない状況になってしまいました。これを受けて日本は暗殺犯を引き渡せとイギリス側に要求しますが、イギリスは十分な証拠がまだないと言ってそれを拒否。日本はイギリスが暗殺犯をかくまっている、イギリス租界は抗日分子の活動拠点だと主張してイギリス租界を封鎖しました。これに困ったイギリスはアメリカに助けを求め、日本はイギリス・アメリカとの関係を悪化させてしまったのです。しかしこれだけでは終わりません。なんとソ連との間にも問題が起こります。ノモンハン事件です。ノモンハンというのは満州国とモンゴルの国境付近の場所の名前で、ここも先ほどと同様に国境が曖昧な状態になっていました。ソ連とモンゴル側は川の東側約 20km を国境と主張するのに対して、日本と満州側は川を国境だと主張していたのです。そんな中でモンゴル軍が川を越えてきたため、満州軍が攻撃を開始。こうなると満州国の後ろにいる日本が動くし、モンゴルの後ろにいるソ連が動きます。こうしてノモンハン事件は日本満州軍とソ連モンゴル軍との戦いに発展。3ヶ月にわたる戦闘は戦車飛行機も出動する本格的な戦いとなりましたが、日本軍はソ連軍の火力機動力に圧倒され大きな損害を出しました。しかし日本軍も負けてはおらず、死傷者の数はソ連の方が多かったようです。この事件を受けて陸軍はやはりドイツと同盟を結びソ連を牽制しなければならないと考えるようになり、改めてソ連に対する軍備の重要性を認識したのです。さてこうして様々な問題を抱えることになった日本ですが、ついにアメリカが動きます。日本が中国において経済を掌握し始めた。イギリスを助けなければならない。日本の行動を抑止しなければならない。そう考えてイギリスを援護し始めたのです。こうしてアメリカは日本に対して6ヶ月後に日米通商航海条約を廃棄すると通告。日本に対する経済制裁が始まりました。こうなると日本は焦ります。このままいくと6ヶ月後にはアメリカから輸入している重要軍需物資が輸入できなくなってしまいます。こうして日本は残り6ヶ月の間にアメリカとの関係改善を図っていくのです。そんな時世界に衝撃が走りました。独ソ不可侵条約です。日本のグズグズした対応に苛立ったドイツは同時進行でソ連との間で不可侵条約の話を進めており、その条約がついに締結されたのでした。まさかドイツとソ連が不可侵条約を結ぶとは誰も予想できておらず、世界中は混乱。当然日本でもその混乱は起き、総理大臣である平沼喜一郎は欧州の天地は複雑回帰という声明を出して総辞職。日本は国外情勢の変化に飲み込まれ、今まで進めていた三国同盟の話も吹っ飛びます。そして1939年9月1日、ナチスドイツによるポーランド侵攻が始まりました。こうして第二次世界大戦が始まったのです。